もし大親友だった相手が突然あなたに暴力を振るうようになったら、2022年11月8日、宮城県仙台市。お願いします。やめてください。ホテルの一室では22歳の青年金森勇さんが2人の男女からもう何時間も暴行を受けていました。金森さんを散々に殴った挙句、肩で息をしながら彼を見下ろしていたその男は前田幸喜。金森さんは前田の弟分のような存在で、前田とその彼女と3人で同居していました。彼らは仲睦まじく暮らしていましたが、3ヶ月前、金森さんのひょんな振る舞いから関係性が一変、連日暴力を振るわれるようになったのです。そしてこの日、前田は金森さんに対し、この3ヶ月の中で最も壮絶な仕打ちをします。力なくうなだれる金森さんに向かい、彼は確かにこう言いました。まだ俺のアパートに住みたいか。分かったよ。うんこ食ったら住んでもいいぜ。誰よりも慕っていた兄貴分からの壮絶な3ヶ月にも及ぶ拷問。親密だった彼らの関係性はやがて最悪の結末を迎えてしまうんです。暴力が飛び交う家の中で、それでも彼らが離れられなかった理由とは。大卒健ちゃんです。闇やみこです。というレイミオさん、日本のホラーといえば代表作リンネ。リングなリング。リングなリンネ転生みたいに言うの。リリングとかリング。呪音とかね。あ、清水崇監督。僕はそのやっぱ呪音がねずっとすげえと思ってて、何見てももうホラー映画見すぎてときめかなかったんですよ。はいはで最近すんげえ久しぶりに、うおすげえこれ超おもろいってホラー映画見つけちゃったんですよ。それは最近公開されたやつ。最近でもないけど、まあちょっと前ぐらいかな。でそれがサイレントヒル。ドールハウスって映画なんですよ。知らない。これめっちゃおもろくて、まあ自分の子供がね亡くなっちゃって、フリーマーケットみたいなところでたまたま日本人形みたいなのあって。あ、邦画なの？そう、邦画。自分の子供亡くなっちゃったお母さんおかしくなっちゃったから人形を自分の子供のように育ててたの。その設定が怖いわ。そうまずこの設定が怖いじゃん。まああるっちゃありそうな設定でもあるんだけど、なんか設定っていうよりは映像とか恐怖の作り込み方、結構ね超えた脳みそがホラーに対してね悪い意味でこじ開けられた。久しぶりにあ、ちゃんと怖いわと思って、で今も思い出すもん、その怖いしゾクゾクするの？ゾクゾクする。ぶっちゃけね、あ、ここの後来るだろうなとか分かってんのに怖いね。ああ、そうなんか分かるじゃん。もうさ、俺らもさ大人だからさ、いっぱい映像見てきてさ、あ、この後にこの流れだなとかさ予測して見ちゃう自分いるじゃん。だからそれを超えてくる面白さ。なんかマジでねおすすめです。じゃあ絶対見ない。なんで怖いの無理なんだもん。絶対見ようよ。今回は仙台で起きた殺人事件をご紹介します。犯人のカップルは3ヶ月にわたる凄惨な暴力の末、同居人を殺害してしまうんですが、驚くべきことに加害者と被害者はもともと親友だったんです。なんで親友同士なのにそんな結果になっちゃうわけ？3ヶ月も暴力振るってたんでしょ？なんでよ。まあそうなんですよ。3ヶ月もね暴力を振るっていうのはもう絶対におかしいし異常なんですけど、実はね険悪になった事情を知ると怒る気持ちに関しては分からんでもないなと思うんです。事件は犯人が自首してきたことから明るみに出されました。その経緯は犯人カップルの強い絆を感じさせるものでもあったんです。世界で一番大切な人。2022年12月28日、青森県青森市。金森さん、具合はいかがですか？とある病院の一室に響いた看護師の声。しかしベッドの上の患者に反応する気配はありません。はっと思い出したように患者の元へ歩み寄ったその看護師。彼女は患者の手元に置かれていたメモに伝えたい内容を書き記しました。退院の日に仙台のご家族がお見舞いに来られるみたいです。看護師がメモを使ったのは、金森と呼ばれたその患者が難聴で耳が全く聞こえないため。そして患者は看護師のメモを見るなり大きくため息を漏らしました。その日の深夜、彼はある人物に次のような LINE を送ったのです。自首する。いずれバレるの分かってたし。待って、会えないのやだ。バイバイ。やだ、今終わらせていくから待って。その女が病院へやってくるより前に、金森と呼ばれていた患者は病院から警察に電話をかけました。彼はそこから警察署へ向かった後、次のように事情を説明したのです。仙台で金森勇という男性を殺しました。金森ってさ、この男は看護師から呼ばれてた名前じゃない？実はね本名じゃないんですよ。彼が自首したのはなりすましがバレそうなためだったんです。
自首してきた男の本当の名前は前田幸喜。金森という男性を殺害した後逃亡中の身だった前田は旅先で急性肝炎を患い青森県の病院へ入院。その際被害者の保険証を使用したために看護師から金森の名で呼ばれていたのです。そしてその保険証を使ったことにより病院から家族へ連絡が行き、退院の日にお見舞いが来ることに。保険証の本来の持ち主である金森さんの家族に顔を見られれば正体がバレてしまう。そう悟った前田は観念して自首を決めたのです。前田が説明した仙台市若林区の砂浜を調べると、そこには供述通りスーツケースに入れられたバラバラ死体が埋められていました。こうして犯行の事実は疑いようもなくなるのですが、事態をややこしくさせたのが前田に続いて逮捕された恋人山口優の発言。彼女はすでに前田が自白しているにもかかわらず、私が一人でやりましたと主張したのです。結論としてその発言は前田を守るための嘘で、犯行には2人ともが関わっていました。そして彼女は嘘をついた理由をこう話します。世界で一番大切な人なんです。これ以上彼に苦しい思いをしてほしくなかった。殺人犯だって知った上で聞くとさ、うん、何言っちゃってんのよって感じなんだけど、確かにそのカップルが強い絆で結ばれてることは感じるわよ。実は前田とね山口は境遇がよく似ていて、お互いね唯一の理解者だったんです。想像以上に壮絶な過去を持つ2人はそれぞれの存在に救われていたんです。いらない子供。犯人のうちの一人前田幸喜は山梨県南アルプス市の出身。詳しい事情は分かりませんが両親はおらず養護施設で育ったといいます。少年時代の前田は周囲からいじめを受け常に孤独でした。そして中卒で働き始めた彼は様々な職を転々とする生活を送る中、手や指、首など体の至るところにタトゥーを入れたのです。これで俺もヤクザみたいな強い男になれるかな。タトゥーを入れ髪を金色に染めたのは友人がいなかった前田なりの人に好かれるためのあがきでした。ヤクザのような強い男になればいろんな人に頼りにしてもらえる。彼はそう考えあえてこわもてを演じたのです。いろいろ間違ってるような気がするんだけど、前田なりに友達をね必死に作ろうとしてたわけよね。そうなんですよ。それがね功を奏したかはわからないんですが、この後彼はある女性と出会うんです。2018年、前田が26歳の頃、彼は SNS を通じてある女性と出会います。その女性こそ後に恋人となる山口優。山口は前田と同じく恵まれない生い立ちの持ち主で、互いの境遇に共感を示した2人はすぐに交際を開始するのです。そして山口の幼少期はある意味前田のそれよりも壮絶かもしれません。彼女はまだ年派もいかない頃にフィリピンで母親に捨てられているのです。そこから山口は日本人の父親によって群馬県に連れ帰られ、祖父と二人暮らしをすることに。祖父は半身不随だったため幼い山口が家事を全て行っていました。彼女は毎日祖父に杖で殴られていたといい、こう思いながら暮らしていたといいます。私はいらない子供なんだ。そんな暗い事情を抱えたまま大人になり、風俗嬢として生計を立てていた山口が出会ったのが同じく孤独に生きてきた前田でした。二人は2020年から仙台へ引っ越し同棲を開始。山口は生まれてこの方、誕生日もクリスマスも祝ってもらったことがありませんでしたが、前田はサプライズを用意してくれました。生まれて初めて人から大切にされる経験をした山口は次第にこう思うようになるのです。幸喜は自分よりも大切な存在、世界で一番大切な人。同棲開始から1年が過ぎると、前田は持病の難聴を悪化させ、両耳が完全に聞こえなくなってしまいました。聞こえないことを受け入れたくなく、大音量で音楽を流す彼の様子を胸が締め付けられる思いで見ていた山口。彼女は働けなくなってしまった前田に代わって風俗で働き、2人分の生活費を必死に稼いでいたといいます。なんかここまでならお互いにいいパートナー見つけたわねって話に思えるんだけど、なんでこっから殺人を犯すまでになっちゃうわけよ。そのまま2人で暮らしてればね問題はなかったのかもしれません。しかしここから2人の生活にもう1人の男性が入り込んできてしまったことから事態はややこしくなるんです。兄弟の絆。2021年3月、前田は仙台市内のとある飲食店を訪れました。この時、前田にメモを渡してきた店員が一人。お近くにお住まいですか？その店員の名前は金森勇。彼は前田の耳が聞こえないことを察して筆談で接客をしてくれたのです。恋人の山口を除いて赤の他人に優しくされたことがなかった前田は、この時救われた思いがしたといいます。以降、前田は店へ通うようになり、金森さんと親交を深めていきました。金森さんは彼を兄貴と呼んで慕い、ア
パートへ寝泊まりするうちにその部屋の居候となったのです。3人で松島へ旅行へ行った際には金森さんは満面の笑みを浮かべ、前田と山口にこう話していたとも。俺こんなに楽しいことを今までの人生で初めてっす。しかしこの楽しい時間は長くは続かなかったのです。すごくいい雰囲気なのにこっから険悪になっちゃうわけ、まあ最初にね少し話したと思うんですけど、起こったね事情っていうのを知れば、まあ怒る気持ちっていうのもわからんでもないっていうね、まさにその出来事がこの後起こってしまうんです。金森さんが前田のアパートへやってきて1ヶ月が過ぎた頃、前田は彼に関するある噂を耳にしました。金森さんは前田と同居している理由について共通の知人にこう話していたというのです。前田？あいつはただの金づるだよ。前田のアパートに居候することで彼は家賃を浮かそうとしているようでした。また前田がそれよりも許せなかったのは金森さんの次の発言。っていうかあいつ耳聞こえねえし。自分が難聴であることに気を配り、金森さんが筆談で話してくれたことを救いのように感じていた前田。難聴であることをバカにしたその発言は2人のそれまでの関係性を無に帰すものでした。金森さんがアパートへ帰ると前田は彼女の山口と一緒になって激怒しました。てめえ俺のこと金づるとか耳が聞こえないとか好き放題言ってるらしいな。前田は金森さんを散々殴った挙句出て行けと命じます。しかし金森さんは意外にもすがるようにしてこう言ったのです。兄貴すみませんでした。俺が悪かった。お願いだから一緒にいさせてください。その日以降暴力を振り続ければ出ていくだろうと考えた前田と山口は来る日も来る日も金森さんに殴る蹴るの暴行を加えました。ところがその期間が3ヶ月に及んでも彼は一向に態度を変えようとせず、絶対にアパートから出て行こうとしてなかったのです。いや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 、金森さんはさ散々前田の悪口言っといたのになんで出ていかないのよ。まあ本気でね思ってたんじゃなくて、仲間内のノリで言ってたのかもしれないです、そしていくら暴力を振るわれても出ていかなかった金森さんのこの行動はトラウマティックボンディングと呼ばれているんです。というわけで本日のメトラキーワード、トラウマティックボンディングについて。トラウマティックボンディングとは、暴力が繰り返される中で被害者と加害者の間にできてしまう非常に強力な絆のこと、いわゆる飴と鞭。暴力と優しさが交互に繰り返される状況で形成されるものです。トラウマティックボンディングが形成されると、被害者はいつかまた優しくしてくれるという期待から加害者から離れられなくなってしまいます。継続的に虐待が行われている状況では、人間は心を守るため認知の歪みを生じさせ、加害者の行為を少しでもいいことと捉えようとします。そのため加害者に少しでも優しさを感じる側面があれば、本当は優しい人なのに暴力を振るわれているのは自分が悪いんだなどと考えるようになるのです。金森さんの場合も元は前田を兄貴などと慕っており、山口も含めて3人で旅行に行くほどの仲でした。加えて暴力のきっかけが自分の陰口だったこともあり、自分が悪い、必死に謝ればまた以前の関係性に戻れると考えていた可能性があるのです。前田と山口による金森さんに対する虐待はみるみるエスカレート。暴力だけではなく、親族や友人から借金をさせ105万円もの額を巻き上げました。そして暴行の内容も電動ドライバーで太ももを突き刺すなど、より凄惨なものになっていったのです。虐待が始まってちょうど3ヶ月後の11月8日には、ホテルの部屋で金森さんにこんな命令をする場面も。まだ俺のアパートに住みたいか？うんこ食ったら住んでいいぜ。ただし前田は金森さんを出て行かせたくてそれらの虐待を行っているだけで、彼に対して殺意があるわけではありませんでした。殺人が起きてしまったのは計画的ではなく、この後のとあるハプニングをめぐってのことだったのです。一緒にいたい。ホテルでの一件から2日後の2022年11月10日、前田は金森さんを蹴った際に足の指を骨折し、山口に付き添われて病院へ出かけました。そしてそれは2人が病院から帰宅した時のこと。なんだよこれ。玄関ドアを開けたカップルの目に飛び込んできたのは、まるで強盗に荒らされた後かのように物が散乱した室内の様子。部屋の真ん中では持病の転換発作を起こした金森さんが倒れていました。しかし前田も山口も彼の持病の事情を知らなかったのです。俺への当てつけか？おら金森さんが部屋をめちゃくちゃにしたことをわざとだと思い、怒り狂った前田は彼の髪の毛をつかみ、その頭を壁や床に何度も打ちつけました。そして完全に興奮状態となった前田と山口は
2022年11月10日、アパートの一室にはもう何度となく打撃音が響いていた。執拗に頭を打ちつけられた金森さんは意識を朦朧とさせ、もはや抵抗する力も残っていない。そんな最中、一度バスルームへ向かった山口が前田の元へ戻ってくる。黒いフェイスタオルを手にした彼女は金森さんの首へそれを巻きつけると、タオルの端を前田に差し出した。後期はそっちを引っ張って。前田にその声は聞こえていないが、山口の身振り手振りで彼は糸を察した。綱引きのようにタオルの両端を引っ張り合う前田と山口。一体何分2人はそのタオルを引っ張り続けていただろう。金森さんはしばらくもがいていたが、やがてその体からは完全に力が抜け、彼はその場に崩れ落ちた。すると、金森、おいしっかりしろ、何寝てんだ。金森さんが息をしなくなったのを見て我に返った前田は必死で彼を揺り起こそうとした。しかし金森さんは二度とその呼びかけに応じることはなかった。この後前田は隣にいた山口に向かい、涙を流しながら自首しようと言ったと言います。しかし捕まったらもう後期と一緒にいられなくなる。私がバラバラにするから手伝って。山口は前田をそう説得し、遺体を解体するためのチェーンソーを買いに走りました。ここから2人は2日間かけて金森さんの四肢を切断、さらに身元の発覚を少しでも遅らせるため可能な限り顔に切り傷をつけ、スーツケースに詰め込んで砂浜に埋めたのです。その後2人は金森さんから脅し取った105万円を使い、約1ヶ月半北海道、秋田、青森と各地を転々としました。それは殺害現場のアパートにいたくないためでしたが、この道中で前田が病気を患ってしまい、金森さんの保険証を使って入院。家族がお見舞いに訪れることになり、彼はもう逃げられないと悟ったのです。なんか前田の反応を見てるとさ、本気で殺すつもりはなかったみたいに見えるわよね。まあでもタオルで首絞めたら死ぬ可能性があることなんて分かりきってんじゃない。実は前田はね、そこの認識がね、人と大きくずれていて、裁判で驚きの言葉が飛び出るんです。タオルを使って金森さんを考察した際、自身の犯行に実感がないかのように動揺していた前田。彼は裁判においてその理由を次のように語りました。昔格闘技をやっていて、絞め技と同じなら 2,3 分首を絞めても大丈夫だと思ってたんです。まるで少し懲らしめるために首を絞めたとでも言うかのようなその供述。常識から大きくずれた前田の発言に関係者は皆愕然とするのです。ただ彼は決して罪の意識がないわけではありませんでした。前田は殺人、死体損壊、さらにホテルで排泄物を食べるよう強要したことなどについて一切否定することなく全てを認めました。その上で金森さんのことを次のように語ったのです。弟のように思っていて、一緒にいたいと言ってくれたのが嬉しかったんです。彼はその後恋人の山口の裁判にも出廷し、犯行を否認する彼女をかばうことなくその経緯を事細かに証言。そして最後に山口に向かってこう話しました。今でも優のことが好きな気持ちは変わらない。2024年11月7日、前田に下された判決は懲役25年。翌年、山口には懲役21年の判決が下されました。恵まれない環境で育ち、ずっと孤独だった前田にとって山口は唯一の理解者でした。耳が聞こえない自分を気遣ってくれた金森さんも前田の中では同じような存在となるはずだったのかもしれません。金森さんの陰口に関しては前田にとっては起こって当然のこと。しかし暴力に訴えること以外で解決の手立てはなかったのでしょうか。あなたは知らず知らずの間に友人に裏切られていたことがありますか？その時許せない気持ちにどう踏ん切りをつけましたか？